人一人ちゃんとこう存在を認めてあげる、その手法として話を聞く時間とか細かく気使っていけば、女子はそうですね、割と気づきますよね。今回なんですけども、女性部下から好かれる裏技というところでお話を聞いてみたいんですが、今って結構セクハラとか社会的にも問題になっておりますが、新卒の若い女性社員が入ってきたりとかして、マネジメントに苦労したり、教え方に苦労したりとかっていうことがよくあると思うんですが、森社長は女性部下に対して指導されているのかとか、あとはこう引きつけるためにはどういうふうな対応されているのかっていうのをちょっとお聞きできればと思っております。大前提で言うと、女性だからどうとか、あんまり関係ないかなとは思ってるんですけど、あえてそういうお話いただいたので、傾向とか、自分なりに話せればいいかなと思います。一つ目はですね、特別扱いしないですよね。パワハラだ、セクハラだとかもそうですけど、女性だからとかって、こういう目線とか、こういう意識が入っちゃった瞬間に、受ける方は嫌じゃないですか。それはやめた方がいいかなと僕は思ってるんですよね。特にだから本当に女性だからとか、関係ないじゃないですか。特別扱いはしないっていうのがまず一つ。ただやっぱりマネジメントというかコミュニケーションの取り方は、多少やっぱりこう男性は割とこうだな、女性はこうだなっていうのはあるので、大前提として僕結構女性と仕事する方が楽だなと思ってるんですよ。そうなんですね。はい。すごくざっくり言うと、女性の方がやっぱり細かいところに気がつくし、気配りできるし、コツコツやっぱりやってくれる人多いし、でやらなきゃいけないことをやっぱ必ずやってくれるっていうタイプが傾向としては多いなと思っていて、思い返すと僕も現場に10代の時行ってた時に、結構女性のドライバーとか先輩がいて、その人との方が仕事やりやすかったんですよ。ちゃんとしてるんで。男性は勢いはいいんですけど、結構ズボラな人が多くてですね、女性はでも本当に細かいところに気ぃつくし、コツコツやってくれるし、やることはやっぱり10やってねって言ったらちゃんと10やろうとしてやってくれる傾向が強いなと思ってるんで、そうなんです。なので僕は正直アップルは女性ドライバーとか女性のスタッフもいるんだったら全然ウェルカムで雇いたいなと思ってますね。アップルさんだったら現場に女性のドライバーさんとかもいらっしゃるイメージなんですけど、それは割とこう積極的に採用されてるっていう。何か今特別してるわけじゃないんですけど、僕としては女性は全然入れたい女性はぜひ採用したいですね。やっぱ特別扱いはしないっていうのが一つ目ですけど、二つ目のマネジメントポイントは、でもやっぱりちゃんと話を聞くということと、ちゃんと芯を持っておく。女性やっぱよーく見てるんで、ブレッブレの人とかやっぱあんま好きじゃないと僕は思ってるんですよ。男性よりもやっぱよく見てますよね。嫌われないことが重要かなと思うんですよ。男性って割と喧嘩しても次の日仲良くなったりとかあると思うんですけど、女性と喧嘩したりとか女性同士の喧嘩とかを見せてもあんまりそういうパターン当てはまんないかなと思っていて、一回嫌いだと思うとやっぱもう生理的に受け付けませんみたいなことを言われてしまうこともあるかなと思うので、話を聞くこと、芯を持つことと嫌われないの中に清潔感とか、服装も含めてですけど、やっぱり気にされたりとかはもしかしてされてました？それはありますね。例えばファッションとかも不潔がやっぱダメだと思うんで、だから高いものを着てるとか安いものを着てるかどうでもいいんですけど、なるべく清潔感を持つようにした方がいいかなと、一緒に働くんだと思いますよね。だから例えば髪の毛とかはあんまりボサボサで着たりとか、ヨレヨレの服で着たりとかのもダメだと思いますし、なるべく清潔感を持って、理想で言うならば少し爽やかに、中身としてはちゃんと芯を持っていて、何かあった時には話を聞いてくれる人みたいなぐらいでいいと思いますけどね。どういうタイミングで話を聞くのがいいんですかね？定期的に例えばね、それこそワントゥワンみたいな形で時間を取っておくとか、もしくはたまにランチでもご馳走してあげながらラフに、僕もその女子社員とたまにランチとか何か会話することありますけど、あんまりその仕事の時間以外の時は仕事の話しないです。ランチに誘うのもセクハラになるんじゃないかと思ってる管理職の方もいらっしゃると思うんですけど、それはどう思いますか？直属の上司であれば、ランチに誘うぐらいのコミュニケーション取りたいんだったらそもそもやばいんじゃないかと思う。ランチに誘って断られたり嫌だって言われるような上司はその前の時点で何か失敗してるぞと思いますけど、これからそういう立場とか新しく女性とかも部下に入るとかだったらこれから気をつければいいと思いますし、誰に対してもそうですけど、なるべく明るくニコニコ、なるべく笑いながら
行って話を聞いたり定期的に時間を取るとか、大げさなことしなくてもさりげなく業務の中でもそういう時間をうまく作っていったりとかやっていけばいいと思いますけどね。大きな行動を少なくてもちゃんと気配り目配りっていうのを上司の側からしてあげれば信頼関係作れるのかなっていうのは聞いて感じました。女子に限らずですけど、なんかやっぱりこう褒めるとか感謝をするとか、結局それって何がしたいのかなっていうところで言うと、存在を認めるっていうことは一つ大事だと思っていて、一人一人ちゃんとこう存在を認めてあげる、その手法として話を聞く時間とか細かく気遣っていけば、女子はそうですね、割と気づきますよね。引っ越しの業界ってこう割と男性スタッフさんが非常に多いイメージで、その中で女性が働く結構大変なんじゃないかなって勝手に思ってしまってるんですけど、マネージメントする上ですね、やっぱり男性が多い中で女性が1人いたりとか少ないところでちょっと苦労とかはありました。みんなが特別扱いしちゃうことがむしろマイナス、女性で特別扱いするとしたら、定量的なことというか、例えばその会社の制度とか女性特有の何かがあったりするので、そういうところはちゃんと扱うというか整備すればいいと思いますけど、その定性的にそのマネジメントとか接し方とかそういうところは一切特別扱いしなくていいと思いますけど、マネジメントのその定性的なところに関しては別に特別扱いする必要ないなと。なんか僕も正直でも嫌われてるか好かれてるか知らないんで偉そうなことは言えないんですけど、ちょっとまとめていくと、一つやっぱり嫌われないっていうことが特に女性向けで言うならば大事で、やっぱり一定話を聞く時間を設けるとか、やっぱり自分もちゃんと信念を持っておいて、細かいところからちょうど見られているのでその辺もしっかりすると。でやっぱ特別扱いをしないということであれば、僕は本当に冒頭にも申し上げましたけど、女性の方が割と仕事がしやすいし、あれですかね、こんなこと言うとまた怒られそうだけど、例えば異性との関係とか考えた時に付き合いたい相手って言われるよりも、結婚するならこの人かなって言われるぐらいのことを目指して多分上司はやってる感じですかね。本当に女性、傾向としては信頼した人とかに関してはものすごく懸命に協力してくれるというか、すごくやっぱりこうやってくれるなっていうイメージがありますよね。男もそうっちゃそうですけど、女性の方がやっぱり特に分かりやすいかなとは思うので、人としてちゃんと信頼されるように接するっていうことがやっぱり一番大事なことなんですよね。男女問わずですけど。そうですね。はい、本日もご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは現場の様子、研修、イベント、そしてビジネスに役立つ知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画もぜひいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。